こんばんは。はるけです。今回はアルティメットバースデーアイコンチーム2ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイソン選手、そして SBC 目標できた選手をティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがですね、アルティメットバースデーアイコンのチーム2ティアリストになってます。D には誰も入れてないという風なことになっていて、 C ですね。 C はですね、ピレスを入れました。ピレス2バージョンありまして、スキル5のバージョンか逆足5のバージョンかという風なことになってます。ピレスね、結構強化されたなと、いう風には思いますね。これまでのピレスよりかは格段に強くなっているなというふうに思います。特にやっぱ今週のプラスがついてるんだけれども、なかなか入らなかったっていう風なところから、一応ね、ロングシュート値が結構上がってる。7ぐらい上がってるのかなぐらい上がってるんで、結構ね、そこの部分が改善をされたことで、遠目からの今週っていうのも、全然打てるという風な選手にはなってますね。なので、全然これまでよりかは今週は入りやすくなったのかなというふうに思います。また、決定力に関しても、レーサー89まで上がりましたし、決定力も高いんで、近い距離だったら全然決める力を持っているというふうな選手になりますね。また、パスもね、ある程度は出せて、ペースもね、ある程度あるっていう風な選手なんで、もう全然使えるピレスが来たなという風なことですね。ただどうしてもフィジカル自体は、そこまで強い選手ではないので、そこのフィジカルは、気にした方がいいかなと思います。そして続いては B ですね。B はですね、サネッティ、そしてネスタ、この2名を入れました。まずはサネッティですね。サネッティ2バージョンありますね。スキル5のバージョンか、逆足5のバージョンかという風なことですね。結構この人も、化けましたし、値段はね、高い選手になってますね。もともとやっぱり RB の選手にはなりますけれども、一応 LB も、務めることができる。両サイドバックできるっていうのは非常に大きいなと、思いますね。逆足後のバージョンだと LB を任せても左足でね、パスとかいい精度で行くんで、おすすめにはなってますね。で、クロスかなりうまいですね。プラスもつきましたし、元々のクロス精度っていうのもしっかり高い選手になるので、やっぱりクロスを上げる役割として使ってあげるのが一番いいというふうに思います。パスもね、全然出せる選手になるんで、十分強いなと思います。あとは守備ですね。守備のところで考えてみると、フィジカルはどうしても弱かったりとかはします。守備の能力はね、高いんで、全然取り切ってくれる場面はあるんですけれども、フィジカルでゴリッといかれたりとか、あとはね、本当に一番、この B ランクになった理由の一つですけれども、ジャンプが低すぎるっていう風なことですね。身長もね、180なくって178で、ジャンプもこれだけ低いと、ほぼほぼ多分空中戦はもう負けますね。ちょっと相手がでかい選手だったら勝ち目なしっていうぐらいで、本当に空中戦の弱さっていうのが、ちょっと厳しいなというふうには思います。なので空中戦相手使われなければ、全然いいんですけれども、ただやっぱり、ちょっとハーランドだったりとか、スーロットだったりとか、通せられてしまうと、もう多分100% に近いぐらい負けてはしまうので、そこがちょっとこのランクになった理由にはなります。大きな理由になります。そして続いてネスターですね。ネスター、サンダーストラック以来の、強化ガードという風なことで、ペースはね、81まで上がってまして、もともと守備能力ね、しっかり高い選手にはなってますので、そこがより高くなったという風なことと、フィジカルも強いっていう風な選手に、なりますね。また、ブルーダのプラス、備えたっていうのもいいポイントですし、ブロック、インターセプト、予測なんかもついている。ここ素晴らしいなという風に思いますね。意外と、ペースはね、そこまで、ないんだけれども追いついてくれたりするっていうのがネスター、自分の、使った時の印象にはなりますので、そこまでめちゃくちゃなマイナス点ではないかなと、思います。個人的にはやっぱりビルドアップの部分で、ショートパスだったりとか、ロングパス値がちょっと低いっていう風な、そこの方がちょっと問題かなっていう風には
思います。一応逆足号にもなりましたけど、現環境のセンターバックの中で言っても、もうちょっとパス面は欲しいなというふうには思います。あとはね、スタミナが75しかないっていうのもちょっと低いですよね。やっぱり84、5あってほしいなっていうのは、センターバックでも思っては、しまいますので、まあいいとこ悪いとこあるっていう風な選手になりますね。そして続いては A ですね。A はですね、イアンライトを入れました。イアンライト2バージョンありますね。スキル5のバージョンか、逆足5のバージョンかという風なことですね。結構ね、イアンライトに関しては、ウィンターワイルドカードかなの時に SBC で登場して自分は使ったんですけれども、普通にいいです。全然強い。ちょっと S に入れようかなって思ったぐらいの選手になっていて、やっぱりね、冷静さ98っていうのがすごくいいです。で、ドリブルも軽いし、またこのカードだったらラピッドのプラスも新しくつきましたんで、普通に強いなというふうには思いますね。決定力も高くって、ペースも速いんで、多くの方は使い心地がいいと、そういう風に感じる選手だと思いますね。十分強さがありながら、このようなフィジカルもうちょっと欲しいなっていうのはあるんですけれども、ただ本当にドリブラーとしてだけでなくですね、しっかり決めきれる、サイドアタッカーになってますので、かなり強い、おすすめの選手になってます。そして続いては S ですね。S はですね、アビリー、そしてピルロ、ラウール、ペレ、ストイチコフと、これらの選手を入れました。まずはアビリーですね。アビリー2バージョンありますね。逆足後のバージョンか、スキル後のバージョンかという風なことになってます。かなり強くなりましたね。予測のプラスとテクニカルのプラスがついたっていうのは、もうめちゃくちゃすごいですね。大幅な強化をされて、ますね。で、また能力的な部分でも、ほんと攻守万能にはなりますね。もともとですね、なんかシュートが結構上手い中盤の選手にはなってましたし、どちらかというと、なんか攻撃目な選手にはなっていたんですね。その中でこのカードは守備もね、強化をされているという風なことで、もうめちゃくちゃ強い選手になってますね。パス面は当たり前にうまいですし、ドリブルもね、全然運べる軽さを持ちながらですね、決定力は本当に ST 選手かと思うぐらいですね、レーサも94ありますし、決めきる力があるという風な選手になってますね。で、ペースも87まで上がりましたんで、これはかなり強いなと。男子選手と比べてもですね、非常に中盤ではもう本当トップオブトップの力を持っている、そんな選手になります。そして続いてはピルロですね。ピロバースデーアイコンでめちゃくちゃ化けました。特にペースがですね、大きく上がって87まで、いってますね。またテクニカルのプラスも備えていますので、これはね、えぐい。で、かつ55なんで、別にコントロールスピードで運べるし、スキルで運んでいってもいいっていう風な選手になりますね。で、またスタミナに関しても99完走してるっていうのは非常に素晴らしいことですし、守備面の強化っていうのもしっかり見られてますね。特にインターセプトに関しては95まで、上がってますし、かなりね、本当にパサーだけじゃないっていうピルロが、来ましたね。で、もちろんそのパスに関してはもう完走してます。クロスが97で一番低いっていうだけで、他は99なんで、これはね、もう、ちょっと難しい体勢、そっから無理じゃねっていうぐらいの体勢でも、めっちゃいい精度でいくんじゃないかなって、思いますね。冷静さもね、97まで行きましたし、決定力も高くて逆足も5なんで、本当に、ピルロ好きにはたまらないぐらいの最強ピルロが来たなというふうに思いますね。そして続いてはラウールですね。ラウールもかなり強化をされましたね。ウィンターワールドカードアイコン以来ですけれども、やはり5-5になったというふうなことが非常に大きいと思います。またパスに関してはですね、ST 選手とかその CF の選手、アタッカーの中で言っても、だいぶ高い方だと思いますね。視野が96で、ショートパス98っていうのは、多分 Y クラスじゃないとなかなかいないんじゃないかなというふうに思います。またこういうパス出しっていう風な部分で、
活躍ができながらですね、決定力に関してもかなり高いっていう風な選手になってます。で、一応今週のプラスだったりとか、あとはテクニカルのプラス、両方とも素晴らしいですし、ペースもね、ある程度あって、フィジカルもちょっと保険で持っているという風な選手になってます。それこそドリブルで言うと、同じスペインアイコンのブトラゲーニョとかほどではない、細かいタッチっていうのはそれほどではないんですけれども、やっぱそこでスキル5とテクニカルのプラスついたっていうのはめちゃくちゃ大きいアップグレードだと思います。本当にラウールの使い心地が悪くなるようなところをしっかり改善したっていう風な感じにはなるんで、むちゃくちゃ強い、本当おすすめな選手として登場をしましたね。そして続いてはペレですね。バースデーアイコンで逆足が5になって55に、なりました。何も言うことがないですかね。裏抜けしてもいいし、シュート打っていいし、パス出してもいいし、ドリブルもめっちゃ軽いし、なんでかフィジカル強いっていう風な選手になります。あとテクニカルのプラスついたっていう、もうやめてくれっていうぐらいの強化を、されてますね。もう何してもいい。この人使ってたらもうバラ色人生だという風なぐらいの選手になっていて、チーム2でね、一番の多分目玉のアイコン選手なんじゃないかなと思います。そして続いてストイチコフですね。この人もね、むちゃくちゃ化けてます。本当に55になって、能力もめっちゃ高くなってるんで、これまでのストイチコフとはかなり別人になってますね。一応、ウィンターワイルドカードのストイチコフは過去に使ったことはあるんですけれども、テクニカルのプラスね、そちらもついてますし、もちろんコントロールスピードで運んでいって、左足のシュートっていうのはしっかり決めきれるものありました。ただやっぱり逆足がっていう風な、ことでちょっと不満を持っていたところ、3から5にこっちになったっていう風なことと、スキルも5になりましたんで、これはね、ほんと止めれないなっていう風に思いますね。かつ能力もプラス3上がりかな。ウィンターワールド、4上がりか。ウィンターワールドカードアイコンからすると。なんで、ちょっとえぐいえぐいなっていうぐらいね、強化をされてますね。トラップのプラスはね、もう正直どっちでもいいんですよ。もともとトラップとかも上手いし、やっぱテクニカルのプラスそのままついてて、ドリブルとかも強化されて、で、シュートもね、上手くなってる、ペースも速くなってるんで、かつ55なんで、かなり強いなっていう風に思います。あとは今週とかクイックステップとか、今週でね、遠目から打っていってもいいかな。カーブも95で、ロングシュート値も93なんで、ほんと、すごいねっていう、過去作のストイチコフとはちょっと別人、ほんと考えられないぐらいね、強くなってますので、最強のアタッカーになりましたね。こちらがアルティメットバースデーアイコンチーム2のティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。